皆さん、こんにちは。アナハタナダシンギングボールセラピーのナミです。いつも動画をご視聴いただき、本当にありがとうございます。皆さんの高評価やメッセージ、コメント、とっても励みになっています。本当にありがとうございます。前回お話しする動画を作った際に、特に視聴回数はそんなに伸びなかったんですが、ヒマラヤンシンギングボールに興味を持ってくださっている方が、わざわざインスタグラムの DM にまで、メッセージをくれたりとか、E メールの方にメッセージをいただくれたりとかしまして、本当に皆さんとつながれたことがすごく嬉しかったので、今回も緊張はしてるんですけども、おしゃべりの動画を作ってみたいなと思いました。私はヒマラヤンシンギングボールを使ったサウンドセラピーを対面は宮崎県で、そして世界中の人に向けて英語と日本語両方でセルフヒーリング講座を開講しています。詳しくは、概要欄に載せておきますので、ぜひ興味のある方はご覧いただけたら嬉しいです。今日はですね、私が先日、バリ島に2週間ほど、旅行に行った際に、いろいろなスピリチュアルプラクティスを体験して、それについての思ったことを少しお話ししていこうかなと思います。バリ島のウブドという街では、たくさんのヨガスタジオがありまして、で、そこでいろいろなワークショップやヨガのプログラムなどが行われています。カフェなどもベジタリアンやビーガンのお店、そしてローフードのお店などもたくさんあって、いろいろなスピリチュアルプラクティスやヨガのティーチャートレーニング、瞑想のプログラムなどをしに、たくさんの欧米の方がウブドを訪れています。私もバリは大好きで、多分バリに行くのはもう10回目ぐらいだったと思うんですけれども、今回は特に今、世界中ではどのようなスピリチュアルなプラクティスが人気なのかなとか、自分自身もサウンドヒーリングを体験する側になりたいっていうふうに思って、様々なサウンドヒーリングのプログラムも行われているバリ島に行くことにしました。私がすごく好きで、バリ島に行くといつも習っているヨガの先生がいるんですけれども、朝はだいたいその先生のところに習いに行って、夕方に様々な、世界中の人が来て行っているワークショップなどに参加してきました。素晴らしいワークショップもたくさんあって、私自身、すごく感動して、涙を流してしまうぐらい、心が温まったりとか、ハートがオープンになったりするようなワークショップもあって、素晴らしい経験をしました。ですが、全体的にサウンドヒーリングのプログラム、少なくても私が参加した3つ4つぐらいのサウンドヒーリングのプログラムは、値段に対して内容が伴ってないようなプログラムもあったかなと思います。皆さんに一番大事なこととしてお伝えしたいのは、そもそもシンギングボールに、チベタンシンギングボールっていうものは存在しません。これは、すごくびっくりなことかもしれないんですけれども、もしかしたら、シンギングボールは、チベットで作られているって思ってる方がたくさんいらしたかもしれないんですけれども、伝統的なシンギングボールはすべてネパールで作られています。なので、チベタンシンギングボールといって、セッションを行っている方に関しては、誰かに習わずに自己流でセッションをしている方かもしれません。私はもう今回行ったサウンドヒーリングのセッションをしているセラピストの方は、チベタンシンギングボールのサウンドヒーリングっていうように言っているワークショップでした。ヒマラヤンシンギングボールのサウンドセラピーっていうのは一つも今回は見つけることはできませんでした。それで私はもちろん分かってて、そのセッションに参加してみたんですが、やはりそのセッションのクオリティやボールのクオリティとしては、いいものではなかったのかなっていうのが私の正直な感想です。私のセルフヒーリング講座を受けていただくときに、皆さんにお伝えしていることは、もしご自分がいいと思うんだったら、機械製のボールでも、どこで買ったものでも、例えば Amazon とかで売ってるような、ボールでも、自分が気に入った音のボールだったら何でもいいと思うんですね。なので、どのボールでも使っていただいて結構ですっていうふうに言っています。もちろん、私が販売しているものは、
やっぱりクオリティもいいものですし、それに伴ってエネルギーもとても高いものではあると思います。ですが、その分やっぱり価格も高くなるので、そのようなボールを使わなくても、自分が持ってるボールがあれば、それでセルフヒーリングの講座を受けていただけますよというふうにはお伝えしています。こちらのボールが、私が10年以上前に初めてネパールに行って、お土産屋さんで購入したボールです。これは、当時は、手打ちで手作りのボールだというふうに言われてきたんですけれども、今、経験を積んで言えることは、手打ち風に見せた機械製のボールだなと思います。このように、デコレーションがたくさん入ってるボール、中にもいろんな絵が描いてあるんですけれども、すごく美しい柄が描いてありますけれども、あまりこのような、柄の入ったボールは、私はおすすめしないです。音のクオリティが下がってしまうものもあるので、耳の良いというか、経験のある先生が選んでくれた柄付きのボール以外はあまりおすすめはしていません。音も全然違います。ちょっとこのマイクで聞いていただけるかわからないんですが、少し鳴らしてみたいと思います。そんなに音も悪くはないとは思うんですけれども、ちょっと鳴らした時に音がちょっと割れてるかなと思います。そして、多分7つのメタルを使っているボールではなくて、3つとか4つとか、そういう少ないメタルで作られたボールかなと思います。いいボールは1分以上必ず鳴り続けますし、必ず2つ以上の音が出るんですけれども、これを試した時には、サイズが小さいっていうのもありますが、1種類しか音は出ませんでした。というように、さっきも言ったんですけど、ご自分に使うときは自分の好きな音色の音、柄でもいいんですけど、自分の好きなボールを選んでいただいていいと思います。わざわざ高いボールを購入しなくてもいいですし、自分が昔から使って愛着のあるボールを使っていただくのはとても良いことだと思います。ですが、一つ注意したいのは、まず他の方にセッションをするときにそのようなボールを使わないでいただきたいっていうことです。そしてご自分のスピリチュアルプラクティスのためにセッションを受ける際にセラピストの方がどのようなボールを使っているかっていうのを知ることはとても大事なことだと思います。一番最初に言いたいのはチベタンシンギングボールと言っている方のセッションにはもしかしたら行かない方がいいかもしれません。なぜなら、その方はチベットではシンギングボールが作られていないということをご存じない可能性があるからです。やっぱりお金を出してセッションを受けるからには、いいセッションを受けていただきたいなと思います。私が今回バリで個人のセッションを受けようかなと思って、価格を見ていたんですが、1時間のシンギングボールのセッションで280ドルでした。それは日本円にするとだいたい4万円以上はすると思います。私は今セッションを1万2000円で提供してるんですけれども、少し安すぎるのかなと思ってしまいました。ですが、そのセラピストの方が使ってるボールは、チベタンシンギングボールと書いてありましたし、写真を見る限りは、あまりいいようなボールのクオリティのボールを使ってないような感じがしたので、少しちょっとその値段を払ってまでそれをチャレンジする勇気がなかったので、私は今回そのセッションは受けませんでした。ですが、グループのセッションで、たくさんのチベタンシンギングボールのセッションを受けてきましたが、やっぱり私としては途中で帰りたくなってしまうような波動が乱れる演奏。私が実際に鳴らしているものは演奏ではないんですけれども、そのような音を、奏でるセラピストの方もいらしたので、そこがセラピーを受ける一つの指標になるのかなと思っています。なので、せっかく行くからには皆さんにはいいセッションを受けてもらいたいですし、いい経験をしてサウンドヒーリングの効果を感じていただきたいので、もし皆さんがセッションを受けるときは、どのようなボールを使ってるかっていうのと気にしてセッションを探していただいたらいいなと
思います。そもそも、そのボールのクオリティだけではなくても、セラピストさんのボールを鳴らすテクニックっていうのもすごく重要だと思いますが、セッションを受けてみないと、どのようなテクニックをお持ちなのかっていうのはわからないと思いますので、そもそもチベタンシンギングボールとおっしゃってる方のセッションには、私はあまりお勧めすることはできないかなと思ってしまいました。多分、それは伝統的なボールのセラピーをしてる方から習ったことはなくて、自己流、もしくは西洋のそのようなシンギングボールを指導している方から習ったのかもしれないなと思ってしまいました。私は今回このように言ってるのは、そういう方たち、そういうセラピストさんたちに、クレームを、コンプレインをしてるわけではなくて、動画を見ている皆さんにきちんとしたセラピーを受けていただいて、サウンドヒーリングっていうものがどのようなものかっていうのを知っていただき、その効果を十分に得ていただけたらいいなと思って、一番最初に受けるセッションっていうのはすごく大事だなと思うので、皆さん、その辺は十分に選んで受けていただきたいなと思っています。全体的に言うと、本当にバリは何回行っても素晴らしいところでした。そして、本当にこんなにたくさんの方がサウンドヒーリングのセッションを受けたいと思っているんだっていうことにすごく感動しましたし、本当に何個も大きいヨガスタジオがあるんですね。もう40人とか50人とか、それ以上入るようなヨガのスタジオが何個もあるんですけど、サウンドヒーリングをメインでやってるような場所とかは、だいたい1日に4、5回そのサウンドヒーリングのセッションがあって、1回につき40人、50人って入るような場所があるんですけども、そこがいつも満席になっているんですね。それが毎日です。なので、本当に欧米の方、もしくは、ウブドに来る方、バリに来るような旅行者の方たちは、それを目的にして来てるっていうのもありますけれども、本当にただの旅行者の普段、ヨガなどもしてないような方たちも、たくさんサウンドヒーリングのセッションを受けていて、観光の一つとして、すごく有名な場所なので、それをいらしてるのかもしれないんですけども、やっぱりたくさんの方がサウンドヒーリングっていうものを受けてみたいって思ってるんだなっていうことを知って、私はすごく嬉しくなりました。日本ではヨガはとても今人気になっていますけれども、違った方向で、エクササイズのような方向でヨガをしてる人が多いような気はします。ですが、やっぱりそれがきっかけでも、その後練習をしていくことによって、ヨガの本質にたどり着いたりとか、することもあると思います。なので、きっかけは本当に何でもいいのかなと私は思ってるんですけれども、実はサウンドヒーリングもヨガの一つで、ナダヨガっていう音のヨガです。音を使って瞑想をしたりとか、ヨガの最終的な目的にたどり着くための手段として、ナダヨガというジャンルがあるので、今はまだそんなに日本では残念ながらサウンドヒーリングは注目されてないんですけれども、私はサウンドヒーリングの可能性をすごく信じて、そして自分にもとてもいい影響があったので、これを日本で広めていきたいと思ってこれを始めたので、まだまだ登録者も少ない YouTube のチャンネルなんですけれども、皆さんにシンギングボールの素晴らしさを伝えていって、少しでも皆さんの癒しになって、一日の疲れを取ったりとか、大変な辛い人生を送る中で、少しでも癒しになるような時間を提供できたらいいなと思って、地道にやっていきたいと思っています。なかなかまた今回も話がまとまらずなんですけれども、すいません。もし、質問などがあったら、皆さんたくさんコメントを残してください。そこで、具体的な質問にもお答えしたいと思っています。ということで、今回も長くなりましたが、皆さんご視聴いただきありがとうございました。今は水曜日と日曜日に動画を配信できるように頑張ってますので、ぜひ皆さん、その時は楽しみに待っていていただけたら嬉しいです。では、今日もご視聴いただきありがとうございました。また次回でお会いしましょう。さようなら。